端のクリエイター偉人伝。中学校の時はもう本当ね、ゲームしかしてなかったです。ああ、もうそうですか。ファミコン世代で、あと当時はゲーセンですよね。はいはいで当時のゲーセンは危なかったんで、危なかったですね。不良がいっぱい戦場でしたから。はい。行くなって親に言われるのを目を盗んでやっぱ子供は行くんですよね。でゲームセンター行くと最新のゲームがあって、で僕ねパソコンを当時割と早めに買ってもらえたので、88のゲームをやってたんですよ。だからずっとゲームやってました。だから外遊び行ってもゲームやってるし、家に行ってもゲームやってるし、学校行ってもゲームの話してるし中学校あんまり勉強した記憶それがまあ勉強になってるんですけどね。今となっては糧にはなってるんですけど、まあそんなことやってたんで、まあそんなにこう突出して頭のいい子でもなくっていう感じですかね。いや88では何遊んでたんですか？いやそれこそ、いっぱいありましたけど、日本ハルコムのゲームとか、ザナドとかですか？イースは衝撃でしたし、あとは、スクエアエニックス、当時スクエアのゲームだったり、光栄のゲームだったりだし、あと海外産のゲームもですね、当時は結構子供の手に流れてくることもパソコンだとあって、それをやってたこともありました。昔、今だとダメなんですけど、ゲームのレンタルとかレンタルありました。いっぱいありました。レンタル屋さん行って、レンタル見て、新しいのが入ってると借りてきて、それをやるみたいなことをやると、ファミコン親に買ってもらうよりは安くやれたりとかっていうのはやってましたね、当時。そうですね。いかに安くいろいろ遊ぶかみたいなね。ゲームセンターもいかに100円でとか50円で長く遊ぶかみたいな。そうですよ。特に昔のは難易度高かったんで、殺しに来るんで、100円50円すぐ消えちゃうんで。どんなよく遊ばれてました？僕がやったのはファンタジーゾーンとか、妖怪道中記とか好きでやってましたね。妖怪道中結構難しくなかったです？いや難しかったですよ。ですよね。だからあれを攻略するのにずっとやってて、で当時 PC エンジン版が出て、なんかPC エンジン持ってなかったんで、友達ん家にずっと入り浸りでやったりとかねそういうのをやってましたね。そうなります。じゃあ中学生の時はゲーム結構ハマってたって、だいたい高校生ぐらいになってかも高校入ってからはですね、逆にゲームから少し離れて、そんな時期が来るんですね。なんかちょっとゲームが子供っぽいみたいになり始めて、ちょっとバンドブームとかそっちですか。音楽に行きますね。みんなハマり始めて、ちょっとこうモテたいみたいなのを出始める時期なんで、なんかちょっとベースやってみたりとか、なんかそういうのちょっとかじってみたりとかやりながら、でも大した本気じゃないから全然身にならなかったですけどそんなことしてましたね。あとはもうここは普通に部活動をやってみたいな感じだった。何やってたんですか？テニスをやってたんですけど、僕は美大受験するって言ったらいつの間にかテニス部をクビになってて、そんなことあるんですか？美術部に入ってて席が俺が変わってると思って、担任が勝手に変えてたって。本当になんですか？そんなことあるんですか？変えといたからって言われて、俺部活が変わってると思ってすごい大きなお世話ですね。びっくりしましたけどね。でもそれもよくて美大とか行けたんですか？そうですね、美大はでもその後結局浪人はしたので、美大予備校通いましたかね。で高校は割と平々凡々としてたんですけど、美大予備校でやっぱりこう美術系を目指している友達たちにすごく出会うので、今そこのつながりが人生の中でも一番大きくて、いまだにそこで会った人たちとはその18、9、20歳ぐらいで会った大学入る前の友達なんかっていうのはつながりがありますし、割とその時の出会いで頑張ってる人たちって多くて、世の中でいろんな分野で結構頑張って結果出して名前出してってやってる人たちも多いんで、なんか俺も負けないように頑張んなきゃなっていう励みにはなります。いいですね。後にちょっと美大のお話も聞かせていただこうかなと思うんですけど、なんか高校ぐらいまでの流れは意外となんか小畑さんと似てるなとかって、ゲームにはまり。そう僕も高校で一回ゲームから離れて。そうですね、あの時期ちょっとバンドとか。そうなんですよ。僕もバンドやってたりとか、部活とか、
当時は何聞いてたり実際にまだ高校ぐらいの時は、はいやっぱね、パンクとかパンクハードロックとかの時代ですよね、ではいはい僕はパンクだったのへでーピストルズとかですか？そうですねとかあーを聞いてたりとかあの辺のをへ聞いてて、もう高校ぐらいにライブハウスとか行き始めて、はいはいはい。ライブハウスでちょっとこうジャンプしたりああ、いいですモね。ッシュと呼ばれるパンクの人たちが暴れてるあれをね。してましたね。だからパツパツの細いジーパンに履いてボロボロの T シャツ履いて、それがまたいいですよね。かっこいいです当時よね。のねパンクを真似してやってましたへーちなみにこれはもう私が個人的に林さんに聞きたいんですけど、そのベースを選んだ理由はやっぱパンクのシドビシャスとかその辺とか。いやもうすごく分かりやすくギターを親に買ってくれと言われたら、ギターは買ってもらえず、親父がベースを親父の友達からもらって帰ってきたんですよ。なるほど、これじゃない感が。はい、ベースいらないっていうのがいたからもらってきたからって言われて、ギターは買ってもらえず、ベースだけが手元に来たからベースです。そこでもお父さんなんですね。はい、もうそんなだって買えないんでギター環境として僕に来たのはベースっていう選択肢一択でした。なんでブルーハウスのねベースのとこだけやったりとかしてますね。いいですね。僕は美大に行こうと最初思ってなかったんですよ。そうなんですか？はい、うちの父がもともとデザインの仕事をしてて、そういうもの作る仕事はしてみたいなっていうのはあったけど、ぼーっとしてる子だったので、そんなに自分の意識が何をしたいというのは特にそんなに強い子じゃなかったんですよね。なんとなく生きてた感じはちょっと当時あったんで、そんなに頭も良くなかったし、高校出てから、当時専門学校でどっか入れればな、デザインの専門学校とか入れたらいいかな、親父もデザイナーだしとかって思ってて、ポロって親父に言ったら、親父は美大に行けなかったっていう、ちょっと自分、親父は自分でそういうチャンスがなかったっていうのがあって、息子を美大に行かせたいっていう気持ちが後から聞いてあったみたいなんですけど、俺には専門学校だけ役に立たないとかって急に言い出して、先生の前で三者面談で急に言われて、専門学校行かさん、専門学校行くんだったら今すぐ働けとか言われて、今すぐ働きたくないなと思って、それは絶対そうですよね。じゃあ大学受けるかみたいな、なんかそんなんですよね。で、美大ってどうやって受けるんだろうって調べたら、どうやら美大は美大専門の予備校行かなきゃダメらしいっていうのが分かってっていうんだけど、行くのは大丈夫ですかみたいなところで、じゃあ近くにここがあるから行っといでみたいなところで行き始めてっていう感じですか。さっき言ったいろんな方が集まってるところに来てて、そこはもう一浪二浪とかしてる人たちもいるので、そうすると少し自分より上の人たちで、地方から来てる人たちも東京だといっぱいいて、で東京のその有名美大予備校みたいなところにみんな来るので、いろんなその地域の人たちに初めて触れみたいな、で一人暮らしみんなしてるんですよ。みんなそうでしょうね。19、20歳ぐらいで。楽しそう。みんなちょっと大人なんですよ、僕より。実家暮らしの自分よりは。でなんかいろいろそこでも文化的なその尖った人たちに会う機会があって、そこですごく自分のクリエイティブってなんだろうみたいなところが芽生え始めるというか、だから自分から芽生えていったっていうよりは、親父が行けって言ったから行って、そしたらその環境でなんか揉まれたっていう感じですね。でクリエイティブなところにちょっとずつ行ったって感じですかね。その、大学は玉美だと思うんですけど、その玉美を選んだ理由とかはあるんですか？これもですね、まさかお父さん。いやそんなことはないんですけど美大って当時芸大、玉美、むさびで、あと造形大とかいくつかあって、関東から通えるところを受験するんですけど、第二次ベビーブームの受験率って半端なかったんですよ。確かに僕が受かった学部49倍あったんですよ。49人に1人しか受からないような時代だったんですよね。でぶっちゃけ玉美しか受かんなかったんですよ。十分ですけどね。本当にすごいですけどね。いや本当に。でびっくりなことにテキスタイルデザインの学部なので、生地とか洋服とかのデザインの学部に僕は入るんですよ。
はい、別に洋服やりたいけどこれっぽっちも持ってなくて、はいはい、まあそこしか入らなかったからっていう感じですかね、当時は。それでもまあ入ったら入ったもん勝ちだと、ここから4年間はもう自由に物を作れるぞっていう感じで、だからまあ洋服とかファッションの仕事、そういうのも勉強もしましたし、グラフィックのとかイラストレーションとかも自分でやってみたりとか、いろんなことはもう在学中はもうこの時間は俺の自由な4年間だと思ってたんで、いろんなことやりましたね。洋服やってたこともあって、舞台の衣装のお話とかで、まあ学生時代にフリーランスみたいな感じで衣装を作って、実際舞台も本番付きして、楽屋で役者さんに服着せてみたいなことを自分でやってて、大学の方の単位を落としそうになったりとかやばい提出遅れてるとかなったりとかね、なんかやってたりとか、まあそんなこともやってましたし、あと音楽好きだったんで、レコード CD ショップみたいなところで仕入れのバイトみたいなことやってて、洋楽が入ってく発売日前にこれはいいとか言って大量に入荷して売るみたいなことをやったりとかやってましたね。4年間は本当に自由にやってましたし、イラストなんかも公募展とか出してなかなか通りませんでしたけど送ってみたりとか、そんなこともやってました。じゃあ美大の進学はもう大成功っていう感じですかね。僕にとっては人生のすごい一番いいその選択にはなったと思いますね。その頃ゲームとかどうだったんですか？その頃ね、全くやってないんですよ。あ、そうなんですか。だから大学受験してるその浪人含めたまあ、4、5年は全くやってなくて、そこぽっかりそこだけ空いてるんですね。だからそこのことは結構言われるといまだにやってないけど、スポットになってるんですね。その時代はもう作ることしかやってないんで、絵描くとか物作るみたいなばっかりでした。コンシューマーでいうとスーファミとかの時ですか？スーファミですね。大学終わりぐらいにプレステ、サターン、3DO とかが出始めるみたいな。へえ。そうなんです。そうなんです。まあでも逆に言うとそれぐらいもう大学というかそのデザイン系にハマってたってことですね。そうですね。素晴らしい。いろんな影響があったし、いろんな話を聞けたし、案外大人と接点があったりもするんですよ。公募展なんか行って落ちるんですけど、その落ちた審査に行くと審査員いるんですよ。で結構話してくれるんですよ。そのベテランの大物クリエイティブディレクターみたいな人たちが学生に向けてすごいね、いい話してくれたりとかするんですよ。そういうところにもう一人で行って話しかけて、僕はこういう学生なんですって言うと、なんかちょっと30分ぐらい話してくれたりとか。なんかもう大学生でめっちゃ行動的に変わってるじゃないですか。みんな周りがそうだったんで、自然とやっていくようになるっていう。めっちゃいい環境ですね。そうですね。そこはだから本当にいい環境でしたね。次回のクリエイター偉人伝は、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイキングチャンネルではゲームがもっと好きになる、そんな情報をたくさん発信していきます。